はい、日本の伝統というのはとても深くて、1000年以上の伝統があります。音楽だけではなくて全てのアートにおいて、そして、様々な層があります。層というのは、中国からやってきたもの、それからもっとインドからやってきたものとか、そういったものがいろんなものが積み重なっているわけですね。その中で私たちがもう忘れているような深い伝統もあります。そういった中に、まだヨーロッパの人たちが知らないような世界というものがあるわけです。で、それをなんとか探して、自分のルーツとして新しい音楽を作っていきたいと思っています。はい、音と沈黙というものを対立したものとは捉えない。例えば光と闇もお互いが交互に抱き合っていると言いますか、そういったふうに捉えています。それはタオイズムの陰陽の関係、陰陽の関係だと思っています。対立する光と影や音と沈黙がお互いを殺し合わないで、そうじゃなくてお互いに協調し合って、それで一つの世界を作っていく。光とかそれから男と女が、強いものと弱いものが戦わないでお互いを高め合っていく、そういった世界を考えています。例えば日本の伝統音楽で鼓という打楽器があります。これは能で使われている打楽器ですけども、その鼓はこういうふうにして音を発音します。で、ここの音のない部分がの緊張感がなくなると、この音も生きてこないわけです。この聞こえない部分の中に、その沈黙の中に音が含まれていて、それが当たることによって強い音が出てくるというような考え方があります。で、こういった考え方をずっと展開して、私は自分の音楽を作ってきました。音と沈黙が対立するものではなくて、お互いに浸透し合っているような世界。したがって、一つの深い音というものは深い沈黙をはらんでいる。で、沈黙はまた深い音をはらんでいるというふうに考えて音楽を作っています。はい。ヨーロッパの音楽は、例えばヨーロッパのクラシック音楽にしても、水平的な次元のうちに大きなカテドラルを作るように音楽が作られています。バッハにしても、それからブルックナーにしても、ちょうど長い長い水平的な時間、永遠の時間をそこの上に構築していくわけですね。それに対して、日本の音楽は先ほど能の打楽器のことをお話ししましたけども、こういうふうにこれ垂直的に音が回ってくる、円を描く時間だと思うんですけども、それが先が見えないわけですね。一瞬先は闇なわけです。しかしそこに永遠が宿っている。その繰り返し、その反復の繰り返しの中で音楽を作っていくというのが、私が考えている垂直的な時間のことです。日本は大変自然の恵みが深くて、その四季の移ろいも大変細やかなものです。そして日本のアーティストは詩人も音楽家も建築家もみんな自然と一つになるってことを目指して、創作をしています。えー自然と対立したものを作るのではなくて、自然に自分が溶けていく。で、そしてその中で一体化するということが大きな目標になっています。例えば日本の伝統音楽で、例えばバンブーフルーテの尺八の音楽などでは大変たくさんのノイズを使います。でもこのノイズはあのあの雑音ではなくて、それを自然の風のように、響くということが大事なんです。ということは、
音を踏み出しても、それは自然の一部、自然のパートの中の一部になるということを目標としているわけです。で、私の音楽もそういったことを目指しております。例えば、私もいくつかの協奏曲、コンチェルトがありますけども、コンチェルト、例えばバイオリンコンチェルトにしても、ピアノコンチェルトにしても、ソリストが使徒、でオーケストラが自然、人を囲む自然とに捉えています。そして、ソリストは自然と一つになろうとするわけです。そして最後に様々な葛藤がありますけども、最終的には自然の大きな響きの中に溶けていく、そういう音楽を音楽で作ろうとしております。